今年の7月に中国は火星探査機天問1号を打ち上げようとしています。現時点でミッションについてわからないところも多いですが、投稿論文や学会発表などをもとに一惑星科学者の視点で情報を整理したいと思います。調べていくうちに中国国家航天局の公式プレスリリースにすら間違いがあることを発見しましたので、興味がある人はコメント欄をご覧ください。さて、天問1号の打ち上げは長征5型ロケットで行われる予定です。このロケットは現時点で世界3番目の軌道投入能力を持つ中国が持つ最大のロケットです。これまでの打ち上げ成績は3回中2回が成功となっていて、次の打ち上げで連続成功となるか注目されるところです。打ち上げからおよそ7ヶ月かけて火星に到達し、2021年の2月頃に火星軌道に投入される予定です。天問1号の質量は全体でおよそ5トンあります。日本初だった火星探査機のぞみの約10倍の重さです。研究者として気になるのは理学観測を行うミッション機器です。天問1号では周回機に7個、着陸機に6個、合計13個のミッション機器を搭載します。のぞみが天問1号の10分の1の筐体に14個ものミッション機器を搭載したことを考えると、あまり無理をしない設計思想になっていることが伺えます。内訳を見るとカメラや分光器、磁力計、レーダーなどとなっており、これまで他の探査機にも搭載されてきたおなじみの機器構成となっています。個人的に注目しているのがローバーに搭載されるルブスです。この機器は岩石表面にレーザーを照射して発生するプラズマを分光し、元素組成を素早く測定できるもので、2012年に NASA の第3世代火星ローバーキュリオシティで初めて探査ミッションに導入された最新の機器です。天問1号のローバーの質量は 240kg で、 NASA の第2世代の火星ローバースピリット、オポチュニティと同程度と考えてください。一方でローバーのミッション機器の数は6個と少なめであり、バス機器に十分な質量を割くことでリスクを冒さずに安全を優先する設計を図っていることが予想されます。ローバーのデザインは中国の月着陸機極東を踏襲しています。火星表面での設計寿命は90火星日に設定されており、極東シリーズや NASA の第2世代火星ローバーと同程度です。実際には極東1号、2号どちらも設計寿命を大幅に超えて稼働したことから、天問1号のローバーもうまくいけば設計寿命を超えて長期間にわたって稼働するかもしれません。ローバーが無事に火星への軟着陸に成功すれば、アメリカ、ソ連に次ぐ快挙となります。しかしこのミッションで最大の鬼門が火星への着陸となるでしょう。火星には薄い大気があるため、大気圏突入時に着陸機を著しく加熱しますが、一方で大気が突入速度をそんなに減速させるわけではないので、絶妙なバランスが必要なのです。しかも火星の大気圧は季節や日によって大きく変動しますし、時期が悪いと砂嵐に巻き込まれてしまいます。着陸に最適なタイミングをその場で判断しなければいけません。また着陸機を降下させる時点で地球と火星はおよそ 1.5 億 km 離れており、信号を伝達するのに8分もかかります。そのため着陸のプロセスは地球からの指令で行うのではなく、全て探査機の自律制御によって行う必要があります。こういった要素が火星着陸を難しくしているのです。探査機の着陸は一般的に大気圏への突入、降下、着陸という3つのプロセス、通称 EDL に分けられます。天問1号はまず秒速数 km と非常に速い速度で大気圏に突入します。最初の段階ではカプセルのヒートシールドによって減速します。その後パラシュートを開いてさらに大きく減速します。中国はすでに有人宇宙プログラム神舟によって大気圏再突入技術を豊富に蓄積しており、その技術が生きるでしょう。次に降下段階ではジョーガ3号や4号で使われたものと同様の逆推進ロケットを用いてさらに減速します。この時点でレーザーとマイクロ波によって地上との距離を計測しながら降りていきます。地表から約70メートルの地点まで降りたら着陸機は母船から切り離されホバリング状態に移行します。この段階でレーザーとライダーによって地形をスキャンします。残り20メートルまで降りたら光学カメラによって地面の様子を撮影しながら自動的に障害物を回避するモードに移行し、探査機自身の判断で最終的に着陸します。こういった高度な着陸運用の技術を中国はジョーガ4号ですでに実証してきました。着陸地点はまだ最終決定していませんが、去年ヨーロッパで開かれた学会でユートピア平原かクリセ平原に絞られたことが発表されました。興味深いことにこの2つはアメリカの過去の
の火星探査機と比較的近い場所になります。科学的に面白い場所で、かつ安全に着陸できるところを考えていくと、必然的に同じ結論になるのでしょう。また、今回の火星探査に向けて、中国は探査機との通信を確保するための地上局の整備も進めてきました。国内だけでなく、ナミビアとアルゼンチンにも自前の地上局を開設し、地球のどこからでも24時間体制で通信できる環境を整えてきました。中国はこのように長期計画のもと、一つ一つ過去のミッションから得られた要素技術を積み重ねて着実に前進してきました。その集大成が火星着陸となるのか、注意深く見守っていきたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また、内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。